実は高難易度星のカービィ2実況始まるよ。というわけで今回はゲームボーイ版、星のカービィ2を実況していくぜ。これは懐かしい、小さい頃プレイした記憶があるわよ。ゲームボーイの名作だよな。この外枠はスーパーゲームボーイ専用のやつかしら？その通りだ、これも懐かしすぎて表示してみたが。さすがに画面が小さいのでここからは拡大してお送りするんだぜ。というわけで始まりました。まずは1-1。初期のカービィのグラフィックって感じが可愛いわね。シンプルなデザインが懐かしすぎてグッとくるよな。この作品からコピーができるようになったんだっけ？正確にはファミコン版夢の泉物語からだな。ゲームボーイ版初代星のカービィにはコピーがなかったのは驚きだよな。カービィってコピーありきの生き物だと思っていたからね。なんだよそれメタモンかよ。まあでも私もカービィ初作品はこれだったから。後追いで初代星のカービィをプレイした時は物足りなく感じたんだぜ。もっともこの作品はコピーの数自体は少ないけど、代わりに3匹のアニマルフレンズたちがゲームを盛り上げてくれるぜ。アニマルフレンズって、そんなこんなであっという間に1-1は終了。この星3つの扉がゴールね。そしてゴール後は、ああ、このミニゲーム懐かしすぎる。いきなり頂上までぶっ飛んでいますが、これはコマンド入力で一番上までぶっ飛べるんだよな。そういえばそんなのあったわね。というわけで次は1-2。ここではバーニングをコピーしていきましょ。使いやすいコピー能力よね。移動にも便利な定番コピーだな。と、思ったけど移動距離は短くて少し使いづらいんですが。それは確かに。後のバージョンだともう少し飛距離はあった気がするんだが。まあゲームボーイだから、多少はね。ここで中ボス、イフリーキとタイマンだな。いたわねこんな敵。見た目めっちゃニードルっぽいけど実はバーニングなのよね。そうなんだよな。一見髪の毛みたいなので攻撃してきそうだよな。ゲゲゲの鬼太郎的な？髪の毛針じゃねえよ。はい、こいつを倒すと上の袋から。最初のアニマルフレンズ、リックが出てきます。リック可愛すぎー。BGM も専用のものになってノリノリね。バーニング×空はシンプルに火を吹くハムスターって感じね。地味だけど空のコピーでは使いやすい方かな。とか言いながら被弾してるし。すぐコピー剥奪されちゃってるし。一被弾で確実にコピー持ってかれるのはいかつすぎだよな。かといってゲームのテンポが悪くなるのも嫌だから。多少の被弾は気にせずゴリゴリ進んでいこうと思うぜ。いつもながらのゴリ押しプレイね、了解したわ。言うてもこのゲーム、というかカービィシリーズ全般か。その場で必要な能力が拾えることがほとんどなので、コピーを弾かれてしまうと急に難易度が上がったりするんだよな。カービィあるあるね。だから一被弾でコピー剥奪というのは結構難易度を上げているんだぜ。あらかじめ予防線を張っていくスタイル。なんだか今回はかなり弱気じゃない？序盤のステージはそうでもないんだが、後半は骨の折れる難易度になっているからな。ちなみにレイムはこのゲーム、幼少期にクリアした記憶はあるか？そう言われると、確かデデデ大王と戦った記憶はあるからクリアはしたんじゃない？なるほどな。なんよその神妙ななるほどな、は。一応デデデはラストボスとして君臨してはいるんだが、実は真のエンディングはそこで終わりじゃないんだよな。あれ？そうだったっけ？だとしたら最後まではクリアしていないわね。デデデまでで終わるとジエンドって感じで、意味深なエンディングを迎えることになるんだよな。各言う私も小さい頃はこのエンディングまでしか見れなかったから、今回は大人の力プラスインターネットの力で、新エンディングまで行くから楽しみにしててくれよな。ネットの情報に頼る気満々で草。いやいや、これやってみるとわかるけど、情報なしじゃほとんど無理だろ、ってレベルだったぞ。今回はそこら辺の新エンディングまでの道のりも後編で動画にするつもりだから、期待していてくれよな。そんなこんなで話をしていたら一面のボスまで来たな。カービィ最初のボスといえばもちろん、USP うっつくんだよな。謎にマスクをつけてるんですがこれは、コロナにでもかかったんじゃないか？ 30 年も前のゲームで先取りしすぎでしょ。さて序盤、ここはコピー能力もないのでひたすら攻撃を避けて、例のごとくリンゴをぶつけてメガネとマスクを破壊。せっかくの感染症予防が、こいつに負ける道理はないのでサクッと倒しちゃいましょ。
いつの時代もリンゴを落としてくれるウィスピーウッズくん。泣かしちゃってごめんね。その横で分身してダンスを始めるカービィ。もはや伝統芸能ですな。ほんじゃ次のステージ行ってみましょ。次のステージはビッグフォレスト。今度はクーが活躍してくれそうなエリアですな。今回はスーパーゲームボーイでプレイしているので、ステージごとに色味が変わる贅沢仕様。森をイメージした緑色になっているんだな。このステージもひとまずリックに乗っていきましょ。コピーもそろそろ欲しいところだけど。あ、パラソルは使い勝手が悪いからスルーで。ひでえ。リックはコピーを選ぶタイプのアニマルフレンズなんだよな。使いづらいコピーで進むくらいなら、素で進んだ方がいいくらいだ。リックの扱いの雑さよ。ほんでもってここは雑魚敵を倒すだけで。新たなフレンズ、クーの登場です。速攻乗り換えててわろた。クーは他の2体に比べても圧倒的な性能を誇っているからな。まず、空中を自由に移動できる。これだけでもかなりのアドバンテージなのに加えて、コピー能力も軒並み使いやすいのが多い。宙を浮くこともできないリック君には見習ってほしいぜ。さすがに扱いに差がありすぎでは？汎用性ナンバー1のカッターをゲット、これで無双間違いなし。ほんとあんたって現金な人ね。私のために働いてくれるものはとっても好きだぜ。こんなゲスは放っておいて私はリックの活躍を祈ろう。冗談はさておきここの部屋。さっき話した新エンディングのために必要な、虹の雫というアイテムがあるんだが、今回はスルーして、最後に全ての虹の雫を集めるコーナーを設けるぜ。せっかくだし今取るんじゃダメなの？専用のコピーがないと壁が壊せないんだよな。わざわざ取ってくるのも大変だから最後にまとめるってわけだ。なるほどね。ちなみに虹の雫は各ステージに一つずつあるから、全部で7個の虹の雫を集めることで真のラストボスに挑めるってわけだ。結構大変なのね。ああ、しかも後半の虹の雫は取るのが超難しいから、虹の雫集めで積んで、新エンディングまで行けなかった人も多いんじゃないかな？かくいう私たちもそうだもんね。はい、このステージはクーの機動力によってヌルゲーになりましたよっと。クー様様ね。次はニノさん、まだまだここら辺は優しめなのね。全7ステージあるからまだ序盤も序盤だな。それにしてもこのクー×カッターのコピー、強すぎない？敵が現れるや否や消えていくんですけど。個人的には今作で一番好きな能力かな。でも早いし、範囲も広いて。ちょっとせっかくの最強気分をもう少し味合わせてアップねー。もうカッターに取り憑かれているじゃないの。うわっぷ。こんないきなり上から降ってきたらどうしようもねえじゃねえかふざけんな。そういうステージなんだから諦めてパラソル取りなさい。自分でも適材適所のコピーが大事って言ってたじゃない。好きなコピーでゴリ押しする癖。小さい頃から変わってないんだな。ミスを、みたいに言っても全然カッコつかないわよ。てか、クー×パラソルもなかなか強いんじゃない？これも最強コピーとかって言われていたりするな。意外と効果後も隙が少なくて使いやすいんだよな。回転中無敵とかみんな好きなやつじゃない。それでも私はクー×カッターを押すけどな。ダメだこいつ完全に中毒だ。ちょいと倍速。ここなんて完全にパラソルエリアじゃないのよ。全然ストレスなく進めてるじゃないの。それはそうなんだが、なんか爽快感が足りないんだよなぁ。敵がバンバン消えていくのが気持ちいいわけよ。はい、このステージもラスト、ボス行ってみよう。2面のボスはイノシシ親子のヌラフ&ネリー。こいつらそんな名前だったの？初耳だわ。確かに1面のボス、ウィスピーウッズは有名だが、こいつは名前で呼ばれることはほぼないな。カービーシリーズでは割と有名なボスなのにね。それは確かに。ここではパラソルで粘着してひたすらダメージを与えていこうぞ。ひたすら粘着されてうざそうなイノシシ親子。というかこれコピーない場合。子供イノシシを親にぶつけてるってことよね？
なんか今のご時世だったら倫理的にアウトな気がする。言われてみれば確かに。いやでもゲームですし、こういう設定はよくあるんじゃ。そんなん言ってたらゲームもろくに作れませんぜ。ゲーム作りも難しい時代になりましたな。なんか勝手に今の時代を憂いてるけど。子供をぶつけで G エンド。やっぱこれ絶対ダメな。まだ4回。変なところが気になってきたレ夢ムは放っておいて次のステージ行きましょ。次のステージはもちろん、マンボウのカインが活躍する海ステージだな。カインも可愛い。このステージ冒頭のムービー、こっててつい見ちゃうわね。若干キャラの説明にもなってるのがいいよな。せっかくの海ステージなんだが、空の BGM は雰囲気と合わないので、おさらば。ここは海面の雰囲気を味わいましょう。あれだけ重宝していた空も簡単に捨てるなんて。ほらこのパラソルとヤシの木のギミック、懐かしいだろう。そんなんじゃ騙されないわよ。リックに加えて空も雑な扱い。何がアニマルフレンドよ。てかアニマルフレンドってそもそもドンキーコングじゃないのよ。やっと突っ込んでくれたか。上にある星もしっかり取っておきまして。ここで倍速。水中でのパラソルは結構使い勝手がいいんだよな。ほとんど地上と変わらず使えるものね。他のコピーだと水中で劣化するものもあるからな。とか言いながら被弾してるし。ここは水中夫婦ゴリ押しでやりくりしていくしかないな。言うてももうゴールなんですけどね。はい、引き続き海ステージ。まずは海底に潜るために下の方に落ちていきましょ。まあまあ被弾してるんですが。まあまあ、こんくらいはなんとかなるでしょ。古から伝わるトラップをくぐり抜けて。待ち受けていたのは中ボスマスターグリーン。こいつはこの星をぶつけてダメージを取っていくんだが。なかなかにじらしてくるもんでもどかしいんだよな。攻撃パターンが色々あるし。この次の攻撃までの間がなんとも言えないのよね。案外コピー能力でゴリ押ししようとすると体に当たって被弾するから。意外と厄介だったりする。そしてやっとカインとご対面ね。これで陸海空、全部制覇だな。陸海空？陸は陸、カインは海、空は空、ってことだな。え？マジで知らなかったんだけど、もしかしてこれって常識？知らなかったの私だけ？実は私も実況するにあたって調べて初めて知ったんだよな。ドヤ顔で解説したけど、常識だとしたらにわかですいません。このエリアはカイン×スパークが活躍するところだな。エリアを照らした時にだけ見える扉に入ると、お宝ザクザクでうまうま。このギミックは考えた人天才と言わざるを得ないわね。電球だから明かりを照らせるって、最高すぎない？しかもこのコピー能力、めちゃくちゃ使いやすいんだよな。目の前はガードできるし、電球を飛ばして攻撃もできるからな。ただこの電球を過信しすぎると、いて。ほら言わんこっちゃない。まああとちょっとでゴールだから。素のカインを楽しみましょ。クリア。はい次のステージ、ここは倍速で見ていきましょ。カインパワーを使ってひたすら水の中を進んでいきます。ここはコピーする相手もいないから地味な展開が続くわね。それにしても雑魚敵の量、増えてきている。ここではカイン×バーニングで、火を吹くマンボウに変身だぜ。マンボウの火でウナギのかば焼きを作っていく。火力高すぎて消し済みになってるわよ。そしてここ。意味深にストーンがいるからこれは取っておきましょ。次のエリアで使えるコピーなパターンね。やっぱりな。ここの水流に乗りつつストーンで無双してくれって制作者は言っているな。急なメタ的発言はいらないわよ。カインがなぜかストーン中に涙目になってるんだけど。これってもしかして中でカービィがストーンしてるだけってこと？おお、もしかするとそうかもしれないな。はい、ここも無事にクリア。ほんじゃボス戦行ってみましょ。
こいつは3面のボス、提灯暗号のスイートスタッフくんですな。早くも2体も雑魚敵を用意してくれるスイートスタッフくん、優しい。提灯からソニックブームみたいなの放ってきた？いやソニックブームって。確かにそれっぽいけどさ。言った。マンボウは暗号と違って体が脆いんだからね。岩にぶつかっただけで死ぬってやつか。こいつは割と雑魚敵を多く繰り出してくれるから。素の状態で挑んでもまあまあ楽に勝てる相手ではあるな。いやソニックブーム多すぎー。これほぼ確定被弾じゃね？マジでどうやって避けるのかわからんな。はい、またしても雑魚を召喚してくれたから。あ。これにて終了。楽勝でしたねー。こっそりダサいことするの、やめていただける？さて次は4面、エリアとしては折り返しだな。ガン無視するの、やめていただける？4面は氷系のステージか、滑って難しいエリアになるかもだから注意だな。もう勝手にしておくれ。気を取り直してステージ4やっていきましょ。ここも序盤は倍速でお送りします。いてー。こいつは仲間との合体が一撃で引き剥がされる厄介なやつ。プロペラーっていう名前らしいぜ。おお、ここは新たな仲間と合体ね。なるほどリップか。こいつは空中での性能が低いから。ここではあんまり乗りたくなかったな。またフレンズに文句言ってるよこのまんじゅう。お、アイスは割かし使いやすいから許す。即手のひら返ししてくるしなんなのよもう。いやでも確かにアイスは使いやすいわね。ここで中ボスブロッキー戦。こいつは中ボスの中でも強敵の部類ね。デブなのに機敏な動きをするんだよな。別にデブでも早く動けるやつはいるわよ。この突進とか早すぎない？アイスだと攻撃範囲が狭くて不利だな。ここは、星にしてぶつけちゃいましょ。お、リップ×ストーン、これは好きなコピーだったから覚えているわよ。これはかなり使いやすいから私も好きだな。機動性に優れているし何より爽快感があるからな。本当にそういう観点でしか仲間たちを見れないのね。私のために働いてくれる奴は通って。わかったわよその文言、もう聞きたくないわ。ってな感じでここもクリア。どんどん行ってみよう。なんか風が吹いているような気がするけど。気にせずストーンでゴー。リックのライフ残り1だから気をつけてな。相手。ああ、せっかくのリックちゃんが。まあまたそのうち現れるから平気平気。そういう問題じゃないんだけど。カラカサお化けのジャンパーシュートくんオフスオフス。彼を倒すのはとてもイージーだ。何よ急に AI みたいな喋り方して。攻撃に迫力とスピード感がないのが彼の持つ特徴です。それ、続けるのね。コピーがないのが少し痛いわね。下駄をしっかりと吸い込んで。直撃。さあ、今度の旅のお供は？空気たー。こいつで逆風に逆らいながら、対岸の扉を目指していくぜ。おっとここは縦型のステージ。落ちてくるつららに対応するために。このパラソルがあったってことなのね。このコピー能力がハマった瞬間って気持ちいいよな。あんたはカッターでゴリ押しかましていなさいよ。自分の好きな能力で進むのも楽しいけどな。もう勝手にしてくれ。倍速。ここもパラソルの強みが生きているわね。そしてここ。いろんなコピーを選び放題。ここではバーニングを選択。専用のアイスパネルをぶち壊していくと。あ、こっちは違かったか。このプロペラーくんは面倒なので逃げろ逃げろ。ストーカー張りの追従性。なんとか逃げ切ってゴール。そろそろ BGM がどうちゃらとか言ってられなくなってまいりました4の3。
ここは最強フレンズ空で強気に進んでいくぜ。少しずつステージが難しくなってきてるのね。中ボスミスターフロスティ君オス。彼には申し訳ないんだけど、バーニングで速攻チリにさせてもらうわ。空×バーニングはボス向きの能力なのね。いい感じに相手をすり抜けられるからな。そして新たなフレンズはカイン。ここは少し迷うけど。この先水面っぽいからカイン、君に決めた。ほーれ見たことかやっぱり水面だ。いや視聴者もみんな予想してたことでしょこれは。ここのアイスは調子がいいわね。アイスの能力はカインとの組み合わせが好きなんだな。移動しながら無敵をまとえる、こんな楽なことはないからな。また効率至上主義が出てきたと思ったけど。これは確かに使いやすい能力ね。ただ一つ欠点があって。ずっと使っているとカインが凍って動けなくなってしまうんだな。両方要領は守って正しくお使いください。なんだよ急にコンタックかよ。そしてさっきから出てきているこの敵、プロペラー君。こいつはアイス攻撃は通りがいいから積極的に使っていこうぞ。あいつって倒せるのね。吸い込んでも効果ないし無敵なのかと思ってた。どうやら仲間と合体してる時だけ襲ってくるタイプのようだな。嫉妬心から来る行動かな？友達いないのかな？そんな悲しい行動原理があってたまるか。はい次は4の4。なぜかこのエリアだけ赤くなってるのはバグかな？おう、言われてみれば確かに。いや、今までに中ボスでカラーリング違うこともあったろ。あれ？そうだっけ？世紀の発見みたいな感じで言われてもだな。皆さんももちろん気づいていましたよね？やめて、恥の晒し者にしないで。さてここはリックと再び冒険再開よ。強制スクロールが遅すぎるので倍速。今作初の強制スクロールステージだな。ここはそうでもないんだが。後に出てくる強制スクロール面は鬼畜なところが多く。初見殺しなんかもいっぱいあるからみんな楽しみにしておいてね。アップね。今のところも挟まれてやられそうだったんですが。死んでないのでよし。リップ×カッターか。このコピーは少し苦手なんだよな。通常のカービィのカッターに比べて一発しか出せないし。出せないというかカービィ本体がカッターだからね。弾速も遅めで若干使いづらい。正直すぎるレビューありがとうね。はいこれでクリア。最後にカッター失ったからまたしても素の状態でボス戦ね。可愛い見た目のアイスドラゴンくんがお相手です。ここまではボス戦も大したことはないんだが。次から一気に難易度が上がるから最後の優しめボスだな。優しい顔してるもんね。こいつは基本的に上から降ってくるつららを吸い込んで当てていけば終わりだ。地上を這うつららは吸い込めないから注意。あとは特に言うこともないから倍速。なんだか中ボスみたいな大ボスね。戦闘スタイルが地味なんだよな。ライフが多いだけの大ボスって感じで正直ぬるいぜ。まあこの後の難易度を考えるとこれくらいでも良いか、って感じだな。ここから難しくなるのかしら？ああ、一気にデデデ軍団が本気を出してくるんだぜ。というわけでステージ5。レッドキャニオン行ってみよう。はい可愛すぎ。集中してみちゃったわよ。あのムービーはそれだけの価値があるな。さあやってきましたステージ5。ここは後ろから走ってくるワドルディがナイスなフェイントをかけてきます。ので早めに倒します。マスターグリーンとの戦いはもう見たのでカットしまして。下にいたのはまたリップか、空が良かったな。心の声がダダ漏れだわよ。
リップ×スパークは結構使いやすいはず。これは後のスーパーデラックスでビームというコピーになった技に似ているな。ああ言われてみれば確かに。今度はカービィが電撃食らってる顔してますけど。こいつらやったりやられたり大変だな。実は仲悪いんか？だったらこんなに何度も助けてくれないでしょ。持ちつ持たれつの関係なのよきっと。そう思うとカインはやられる側で、リックはやる側の顔をしているよな。ちょっと何言ってるかわかんないっす。さて、ここはスカーフィをバーニングでいなして。全然いなせてなくて笑た。おう、なんだよこれ通れないのかよ。めんどくせえな、これだからあんたほんといい加減にしないと動物愛護団体に訴えられるわよ。挙句の果てには飼い主に電撃浴びせてくるしな。お茶目で可愛いハムスターじゃないの。あっと間違えた、カッターはあまり強くないんだった。ここはもう一度バーニングに戻して、先を進みましょ。無敵の人、ゴルドー君には逆立ちしても叶わないので、ここはスルー安定ね。この構造。完全にリップちゃんを跳ねる穴だわね。緊張感のある崖エリアは丁寧に攻略。これ、カービィ短期の方が楽じゃね？バイバイリック、また会おうな。この扉は完全にリックストッパーだわね。ここまで来てもクリアにならないのがステージ5。確かにステージ構成が長くなっているわね。急にゴルドーも爆増してるし。ゴルドーのバーゲンセールだな。まあ言うても難易度はそこまで上がっていないような。まだまだここからやばいことになっていくから。そう焦るでない。別に難しくなってほしいわけじゃないんだけどね。最後にヤバそうな敵がいたのでここは、カッターをコピーしていこうかしら。あいつは戦闘能力高いから正解だな。スーパー鬼畜なものに、心してかかろうぞ。雑魚キャラ多すぎー。これは被弾もやむなしやでー。待ってよ急に増えすぎじゃない？びっくりするよな。そんでもって今更なんだが。ゲームボーイは画面が小さいから相対的にキャラのサイズがでかくなるんだよな。ああ確かに、ファミコンとかスーファミのカービィはもう少し小さいイメージかも。カービィだけじゃなくて敵キャラもでかいから。必然的に敵に当たりやすくなるんだよな。という言い訳タイムは終わりにして。中ボスはイリュウ君との戦い。残りライフは1。しかもこいつは強敵ときた。冷静に攻撃を見ながら戦ってどうぞ。アップね。よしこのカッターはあいつにいて。全然ダメでした。今回初のミス、引きずらないように頼むよ。いきなり被弾してますが。マジで動き読みづらいわねこの人。っていうかこのキャラ完全に人じゃん。カービィシリーズに人って出てくるものなのかしらね？中にはネズミとか入ってるんじゃないか？知らんけど。知らんけどはさすがに無責任すぎる。よっしゃ。そして恒例のフレンズガチャだわよ。今回は、またリップが壊れるなぁ。いい加減仲良くしてくださる？さてここは強制スクロール。リックが足かせとならないといいんだが。完全にフラグになっちゃってるからそれ。カッターで冷静に敵を処理して。あ、やばいこれは潰されるかも。急いでリックちゃん。やっべえけどここは絶対超えるわ。あふん？フラグ達成完了。今度はリックがいないから上のルートから進んでみる。なんだ全然こっちの方が楽じゃないか。スクロールの先頭を走る余裕、アイテムまで取っちゃう余裕、嘘ですごめんなさい助けてください。フレンズのバチが当たったんだわよ。今度は冷静に、アイテム、あれは罠だ。誘惑に負けない、星なんかいらない。とにかく戦闘を突っ走るのみ。被弾にも焦らない。完璧な集中力でここまで来たぜ。あ、このギミックは、カービィでよく見るやつ。冷静にブロックを壊していけばこんくらい。あ。
ここに来て死にすぎはろえない。はい、問題の最後のエリア。ここは、落ち着いて、落ち着いて。緊張のあまり声バグってたけど大丈夫そう？難関エリアだからね、声もバグるわよ。普通に理解に苦しむわ。さあ気を取り直して5の3行きましょ。ここは簡単だったので倍速。いや、いいんだけどさ。さすがにリック多すぎじゃね？今のところは最初に左の扉に入ったら違う仲間がいたんじゃないかしら？私ですら若干リックに飽きてきたわよ。お前はこっち側に来ちゃダメだ。誰もリックを擁護できなくなる。ほら、いい感じに地上でサクサク進んでるし。水中軌道もなんのその。こういう上に向かう縦長ステージだって。いい感じに進んでいるんだぜ。まさかのリック離脱。これは惜しいことをしたな、レイム。逆に擁護しすぎてて笑った。さて、リックファンの皆様、散々リックいじりをしてごめんなさい。これからは仲間としてちゃんと冒険をしていくので、許してください。はい、ここのエリア、相変わらず敵が多くなってますね。敵っていうかブロンとバードオンリーだけどね。こいつは動きが速くて地味に厄介だわね。そして中ボスキャプテンステッチ。ゴルドーに似ているけど無敵じゃありません。このトゲがなくなった時が攻撃チャンス。もはやトゲを飛ばさなければいいんじゃないかというツッコミはなしでお願いします。そんなのあんたくらいしか思ってないわよ。よし、ここで新たに仲間をゲット。もちろん中に入っているのは、リッチ海霊よな。今度はちゃんと大事にするからね。一緒に冒険していこうぞ。ここは確かブロックのところに隠し部屋が。待て、そこはまずいぞ。この構造ってもしかして、ごめんリリク。君がいるとこの部屋を抜けられないんだ。またしてもリックを雑に扱ってしまった。今回は私は注意したからな。リックファンの皆様、度重なる不祥事を重ねすいませんでした。もうこれリックが自分でやられに行ってるまであるぞ。そんなわけあるか。はい、真面目に実況していきますよ。ここは水中エリア、バーニングの火力はぐんと下がってしまいます。水の中で火を出せるだけ十分な火力は出ているってことだな。一瞬しか出せないから結構当てづらかったりしますね。そんでもってここはバーニングで空中ゴリ押しが可能なんですね。あばようなぎくん、今回はかば焼きにされなくて済んだな。元からかば焼きにしていない定期。ここら辺もうなぎを焼かないように気をつけて。よしクリア。コンパート最後の通常面、5の5行くぞ。この先またしても水エリアが見えるので、ここはスパークを取っておきましょうか。カービィのスパークは地味だけど結構使いやすいわよね。攻撃範囲が結構広いからな。あれ？水の中だと威力弱まるの？水タイプは電気タイプに弱点だから倍くらいに大きくなると思ったのに。急にポケモン理論を持ち出してこないでくれる？まあ確かに水は電気を通しやすいからね。少しくらい強くなってもよかったのにね。電気風呂とかめっちゃ気持ちいいもんな。急におっさんみたいなこと言い出してここは左の扉に入ると回復があるんだが、今回はあえてスルーしてみたぜ。私のツッコミをまずスルーしないでもらえる？てか遮らないでもらえる？ここも強制スクロールなんだが、今までよりは難易度は低め。順当に登っていけばまず大丈夫なエリアだな。あなたの思考回路が大丈夫じゃなさそうだわ。ちょっと倍速。ここは謎にコピーできる雑魚敵が並んでいるエリアね。アイスは動きを止められるから注意。さあついに来たぞ問題のエリア。問題のエリア？ここに配置されているブロックに注目してほしい。なんか顔っぽくなっているわね。だな。じゃあここのブロックは？これはなんだかわからないわね。そして最後のエリアはこんな感じ。
すべてを見渡すとこんな風になるんだ。あ、これってもしかして人の？あまり多くは語らないが。へその真下のところにトゲトゲの敵がいるのが芸が細かいだろ。一番センシティブなところに気づくのね。こればっかりはネットの情報に感謝だな。なんだか不穏な空気だけど今回最後のボス行ってみよ。ミスターシャインくんとミスターブライトくんチスチェス。ここからボス戦は一気に難しくなるぞ。コピー系での攻撃はダメージが入りにくいし。2体両方の体力を削らないと勝てないんだ。2対1とは卑怯な。しかも2体は交互に攻撃してきて。下にいる方しか攻撃できないんだよな。ひとまず今あるスパークで削っていくわよ。せめて1体ずつ攻撃してきてよ。さらにこれは合体攻撃。黒いラインのところ以外はダメージを受けてしまうぞ。マジで骨のあるやつが出てきたわね。太陽の方はほとんど削れてないのにこっちの HP は残り1。アップね。これコピー能力大事にしなきゃいけなかったんじゃね？泣き言を言うな、最後まで諦めるんじゃないぞ。急に松岡修造に激励されてもね。やれることはやるけどさ。危なすぎー。この攻撃は2人が並んだラインがアンチになっているのね。もう無理このプレッシャーに耐えられない。予見なし。あ、これは。やっぱり無理だったか。はい、コピーもないまま連戦と行きましょか。いやせめて強力なコピー取ってきたかったわ。諦めるなそこで、どうしてそこでいや松岡修造はもういいから。なんであんな寒いところでしじみ取ってんのよ。じゃなくて勝負に集中させて。少しずつ動きが分かってきたんじゃないか？そうね、2体をどう誘導するかがこの戦いのキーポイントのようね。あとこれは心臓に悪いからやめてほしい。できればどっちかを先に倒したいんだけど。あんまりそんなこと言ってる場合じゃなさそうね。はい、これはさっきと同じパターン。あんまり見くびるんじゃないわよ。ちなみに秘宝なんだが。今聞いとくか？もったいぶらないで早く教えなさいよ。こいつらどちらかを倒したとしても、相変わらず2人で連携して攻撃してくるから、どっちかを先に倒してもあまり意味ないんだな。そういう大事なことは早く言ってよ。こいつらどちらかを先に倒しても相変わらずみたいで攻撃。古典的なボケはいらん。ねえお願い、今めちゃくちゃいいところだから集中させて。一応最後だから盛り上げようと思ってな。お、いいぞ2体とも瀕死のところまで削れたな。あと1発ずつで落ちるんじゃないか？対してこちらのライフはまだ2つある。いけー。よしあと1匹。やめて。なんで連発してくんのよ。これで終わりじゃー。いやマジで強かったよこの星たち。よくやった。そして今回の動画はここまで。後半はもっといかつくなるから楽しみにしていてくれよな。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、バイビー。